もし今あなたが今の自分を変えたい、人生をもっと良くしたいと思っているなら、この動画は最後まで見る価値があります。これはただの自己啓発動画じゃありません。ハリウッドスターのデンゼル・ワシントンが語った人生の本質の話です。どうも、旅する起業家のルキです。今回は海外で1300万回再生されているデンゼル・ワシントンの人生の本質を語る名スピーチを紹介するだけじゃなく、あなたがどうすれば現実で使えるのかまで落とし込んで話していきます。ぜひ最後までご覧ください。多くの人がこう思ってるはずです。変わりたい。もっと成長したい。この動画を今見てくれている人は、そんな真面目な人が多いと思います。でもなぜか努力をしようとしても続かない。やる気が出ない日があったり、最初は頑張れても気づけば元に戻ってる。僕もそうでした。で、やめてしまうとこう思うんですよね。自分は意志が弱いなとか、自分はダメだなって。でもその考えはもったいないかもしれません。ここから今日の動画の主役であるデンゼル・ワシントンの話をしていきます。彼が出ているインサイドマンやイコライザーは僕も大好きな映画です。今でこそ世界的に大成功している彼ですが、最初から特別だったわけではありません。むしろ逆だったんです。大学時代の成績はかなり低く、将来の方向性も全く見えていなかった。何者でもない、どこにでもいる若者。そんな彼がある日、母親の美容室で見知らぬ女性にこう言われます。あなたは将来、世界を旅して多くの人に影響を与える人になると。正直知らない人に突然の予言をされて戸惑いますよね。当時の彼は仕事もなければ自分の未来すら見えていなかった青年です。でもその言葉は現実になったんです。重要なのは予言が当たったことではありません。その後彼がどう生きたかです。ここからデンゼル・ワシントンのスピーチを話していきます。デンゼル・ワシントンのスピーチ。私は人生で何度も失敗してきました。そして今だからこそ言える。失敗しない人間は何も挑戦していない人間です。あなたは必ずどこかで失敗します。恥もかきます。思い通りにいかないこともある。それでもいい。むしろそれが普通です。若い頃私はミュージカルのオーディションを受けました。その役は私にとって完璧なチャンスだった。ただ一つ問題があった。私は歌が下手だった。前にいた人はプロレベルで歌っていた。自分の番が来た時には完全に自信を失っていました。結果はどうなったか。当然落ちました。さらに演技のオーディションでもうまくいかなかった。でもそこでやめなかった。次に進んだんです。また挑戦して、また落ちて、それでも続けた。ここであなたに聞きたい。失敗する勇気はありますか？もし失敗していないなら、それはまだ本気で挑戦していないということです。そしてもう一つ重要なこと。夢だけでは足りない。夢を持つことは素晴らしい。でも目標がなければそれはただの願望です。だから必要なのは人生の目標、年単位の目標、月単位の目標、そして日々の目標、これを持つことです。そしてその目標を達成するために必要なのは規律と継続、毎日やることです。その日の気分ではなく習慣としてやる。これができる人間だけが前に進みます。重要な考え方があります。動いていることと前に進んでいることは違う。忙しいだけでは意味がない。行動しているようで何も進んでいない人は多い。そして忘れないでください。人生は一度きりです。どれだけお金を稼いでも、どれだけ成功しても、それを天国に持っていくことはできない。だから重要なのは何を得たかではなく、何を与えたか。私が今感じている本当の成功とは、誰かを助けたかどうか。これ以上に価値のあるものはありません。そして最後に、リスクを取ってください。人生は一直線ではありません。私も医者を目指し、法律を学び、最終的に俳優になりました。すべては試行錯誤です。人生では必ず失敗します。でもそれはあなたが前に進んでいる証拠です。想像してみてください。人生の最後、あなたの周りにやらなかった可能性が残る光景を、挑戦しなかった夢、使わなかった才能、行動しなかった選択、それらがあなたに言うんです。私たちはあなた次第で実現できたと。だからあなたに問います。あなたはどれだけの可能性を置いていきますか？どれだけの可能性を叶えますか？あなたは気づいてないかもしれないけれど、世界はあなたを必要としています。あなたの才能、あなたの努力、あなたの存在。だからこそ全力で生きてください。失敗してもいい、恥をかいてもいい、挑戦し続けること、それが全てです。ここまで聞いてどう思いましたか？デンゼルの深いリアルな言葉が胸に刺さりますよね。僕もこのスピーチを聞いて目頭が熱くなりました。こ
この動画はいい話だけでは終わりません。あなたの行動に落とし込むまでやっていきます。ここからはこのデンゼルの話から我々が現実で使える形に学びを話していきます。学び1、失敗の捉え方を変える。さっきデンゼルはこう言ってましたよね。失敗しないならそれは挑戦していない。これめちゃくちゃ本質です。多くの人は何かを始める前に失敗を避けようとします。恥をかきたくない。傷つきたくない。安全に生きたい。だから結局挑戦をしない。でもそれってつまり今と何も変わらない選択をしているってことです。正直に言います。人生が変わらない人の共通点はこれです。失敗を避け続けていること。逆に言えば人生を変えていく人は例外なく失敗しています。大事なのは失敗することじゃなくて失敗しても止まらないことです。デンゼルも何度もオーディションで落ちています。チャンスを逃して恥をかいてそれでもやめずに続けた。この違いです。多くの人は失敗イコール終わりだと思い込んでいる。で、挑戦しないか、挑戦しても数回の失敗でやめてしまいます。でも変わる人は失敗する、学ぶ、もう一回挑戦するのサイクルを続ける。これが人生の差になっていくんです。もし今あなたが挑戦できていないとか失敗が怖いと感じているならそれは間違ってなくて正常なんです。脳は変化を恐れるように設計されています。本能に従わずに法則に従いましょう。僕は飲食店を未経験で開業した時に知らないことが多くこれまでにおそらく50回以上の失敗をしています。しかし結果は2年で一般的な売上の2倍ほどの売上の店になっています。この経験から気づいたのは失敗をたくさんしたからこそ正解にたどり着いた事実です。僕が失敗を怖がってたら今の売れてる店も作れていません。成功には失敗は必要不可欠なんです。学びに夢と目標の違い。デンゼルはこう言ってました。夢だけでは足りない。夢を持つことはいいことです。夢を持ってない人も世の中多いです。でも目標がなければ何も現実は変わらない。多くの人はこうなりたい、自由に生きたい、成功したい、時間やお金に余裕が欲しいって思います。でもそれって全部抽象的な願望で終わってるんです。だから現実は変わっていかない。じゃあ何が必要なのか。目標として具体的に設計するんです。もっと言うと1日単位までリアルな目標にしていく。人生の大きな目標、年単位、月単位、そして1日単位の今日やることの目標を作っていく。ここまで夢を目標というリアルな姿に変えていくことで現実が動き始めます。逆に言えばここまでリアルになっていないものは全部実現はしにくいです。頭の中でなんとなく考えている幻なんです。例えば英語を話せるようになりたいって言ってる人がいたとして、じゃあ今日は何をやるの？いつも何をやってる？って聞かれた時に答えられないならそれは目標じゃなくただの願望です。目標に落とし込んでいる人は1日1時間は単語の学習、週1、2で英会話のスクールに行く、外国人の友達を作って日常的に英語を話せる環境設計をしています。だから英語が話せるような現実になっていくんです。夢を語る人は多い。でも今日やることまで決めてる人は少ないんです。この差があります。もしあなたが本気で変わりたいなら、まずは夢を目標に変えること。学び3、努力の正体。多くの人が勘違いしています。努力は気合ややる気でやるものだと思っています。でもそれだと続きません。なぜかというと、やる気って毎日安定しないからです。あなたも今日はモチベ高いなとか、今日は気分が乗らないなって日があると思います。でもそれはコントロールできないし、その気分を理論で説明しようとしても難しいですよね。なので、コントロールできない再現性がないやる気に頼ると続かない設計になるんです。ではどうすればいいか。努力を設計に落とし込むんです。例えば、朝一番に一番きついことから始める。集中するときはスマホを別の部屋に置く。集中して作業する時間を決めておく。毎日この時間にウェアに着替えて散歩やジムに行く。本を机の上に置いてすぐに読めるようにする。環境と仕組みでやらざるを得ない状態を作る。気分ではなく、こうなればこうするというプログラムをしていくんです。ここで重要なのは、やる気が出たらやるじゃなくて、やるからその先にやる気が出ること。実は順番が逆なんです。やる気があったわけじゃないけど、ジムで走ってたらやる気は出てくるんです。デンゼルも言ってます。規律と継続が全てだと。努力を仕組み化して設計できたら、もはや努力ではなく習慣になります。習慣に変われば、あなたの当たり前になるんです。他人はそれを努力できてすごいねと言うかもしれませんが、自分にとっては当たり前なんです。僕も感じることですが、自分の自信がつく一番の魔法って、人から褒められることでも、一時的に結果を出すことでも、大金を稼ぐことでもなく、毎日自分との約束を守って続けていることなんです。日々の積み重ねは1日単位だと分かりにくいですが、数年単位で見ると強い自信に変わっていきます。僕が自信をつけたのは、毎日の瞑想、読書、筋トレ、
散歩。シンプルで誰もが知ってるけど、多くの人が続けてやらない小さなこと。この小さなことが5年という歳月を経て揺るがない自信につながりました。学び4、成功の本質。デンゼルはこう言っています。大事なのは何を得たかじゃない。何を与えたかだ。本当に価値があるのは誰にどんな価値を与えたかです。ビジネスでも発信でも人生でも価値を提供した人が結果的に多くのものを手に入れるんです。自分なら何を与えられるか、誰を助けられるか。これはビジネスと人生の本質でもあります。あなたもぜひ考えてみてください。学び5、後悔しない生き方。そして最後の学び、後悔しない生き方です。デンゼルはこう言っています。人生の最後、あなたの周りにやらなかった後悔が残る光景。挑戦しておけばよかった。あの旅に出かけておけばよかった。もっと自分の時間を大事にすればよかった。お金だけを追わなければよかった。これ残酷なんですけど、人生後半で自分がいなくなることを意識し始めた人たちのインタビューからも多くの人がやらなかったことを後悔してるんです。だからこそ今日から後悔しないために生きる。そのためには今日の動画から学んだことを自分の人生に落とし込んで実行していってください。最後に正直に言うと、僕も今は起業してタイに移住して時間に余裕ができて日々やりたいことをできていますけど、ここに来るまでにはかなり遠回りをしました。失敗して悔しくて泣いた日もあったし、何度も止まりかけてきたんです。音楽の夢も転職も人間関係も挑戦してはうまくいかなくて、やっぱり自分には無理なんじゃないか、自分はそういう人生だって思ったこともあります。インスタでうまくいっている友達を見たりして焦ったり嫉妬したり、30歳を目前に何も積み上がってない自分に絶望していたこともあります。でも今振り返ると、あの時自分を諦めなかったこと、挑戦をやめなかったことで今の自分につながっている。こうやって今日も動画を通じて発信をできています。完璧じゃなくていい、遠回りでもいい、失敗してもいい。それでもやめなかったら人生は好転できたし、自分を認められた。これは誰か特別な人の話じゃなくて、あなたにも起こることです。この動画で話したことも全部特別なことではありません。でも実際にやる人が少ないから差がつくだけ。シンプルにやるかやらないか、それだけです。もし今あなたが少しでも変わりたいって思っているなら、今回の動画でデンゼルから学んだことを人生で活用してみてください。その小さな一歩が気づいた時には数年後に人生を変えています。ぜひあなたの感想や意気込みなどあればコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。